皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、岸田政権の抱える電力政策について一言物申そうと思います。現在参議院選挙の公示日を迎え、選挙に立候補する人たちが一斉に街頭演説などを始めています。その中においても岸田総理は、今回の参議院選挙で勝つことを目標としているようです。実際世論調査などによると、おおむね支持率は高いという評価になっています。ただし私に言わせれば、議論の巻き起こるような政策についてはほとんど先送りにすることによって、いわば攻めどころがないためになんとなく失点がないから支持率が高いといったような、かなり消去法的な支持率の高さだと私は考えています。そして検討で問題を先送りすることによって発生しているのが、この夏そしてこの冬に起こるであろう電力の不足問題です。根本的な電力の供給側の問題を解決する、そのような政策についてはほとんど触れないままに、一般国民に対しては節電をお願いするという政策を発表しています。これが一体どれだけバカバカしいものかについて今回は見ていきましょう。それではニュースをどうぞ。節電ポイントで料金割引、政府支援、電力各社の制度拡大。政府は節電に協力した家庭にポイントを付与し、電気料金を実質的に下げる電力各社のサービスの利用を促す支援策を講じる。一部の電力会社が実施しているが普及していない。物価高による家計や企業の経済活動への影響を抑え、夏と冬の厳しい電力需給の改善にもつなげる。首相官邸で物価賃金生活総合対策本部の初会合を開き、本部長の岸田首相は効率化に応じて幅広く利用できるポイントの付与や、事業者の節電分を買い取る制度で実質的に電気代負担を軽減すると述べた。この会合では物価高対策のポイントも発表されています。農産品の生産コスト1割削減に向けた新たな支援金、節電に協力した消費者や企業にポイント付与や料金割引、地方自治体が活用できる交付金の増額を検討、最低賃金の全国平均1000円の早期達成を目指す、中小企業の価格転嫁の円滑化。節電の話に戻ります。東京電力と中部電力は7月に始める。電力不足が予想される場合に前もって協力を要請し、家庭の節電量に応じてポイントをつける。1kW 時を節電した場合、東電は5円相当、中部電力は10円相当を付与する。東電では T ポイントやポンタポイント、7個ポイントなどに交換でき、買い物で使えるようにする。目標は 3% の節電で、月 260kW 時を使うモデル世帯に当てはめると月数十円ほどの還元となる。自分が一体どれだけの電気を使っているかについては電気代の請求書を見た上で、この月 260kW 時と自分が使っている電力との比較をしてみてください。政府は7月から9月までの間の節電要請を実施している。要請は7年ぶり。ただ7月を間近に控え、大掛かりな支援策を展開するのは時間的に難しい。経産省内からは、政府の支援策は本番の冬に向けたものだといった声が聞かれる。現在は6月ですが、すでにかなりの暑い日というものが発生しています。30度を超える日というのも別に珍しくない状況ですから、この後7月8月と月日が進んでいけば、それに伴って気温が35度を超える日というのもどんどんと出てくるかもしれません。そのような時に問題になるのが、みんなが暑いのですからエアコンを使ってなんとか命をつないでいかないといけません。快適さを求めるというよりも、35度以上の日というのはそれこそ命に関わるような気温ですから、エアコンを使用することは絶対避けられません。そのような時に電力が足りないかもしれないということで節電要請がかかることとなります。岸田総理はこのような危険な状況に対して節電を呼びかけることによって何とか乗り切ろうとしているわけですが、その政策を進めるにあたって用意された節電によるポイント付与、この政策がいかにもしょぼいものであることは記事の中でも出てきました。一般家庭をモデルにした 260kW 時によって還元されるお金というのは月あたり数十円というレベルだそうです。つまり1日あたり数円に過ぎないかもしれないのです。このような政策というのは明らかに多くの国民にとってはほとんど意味のないものに移るでしょうし、実際その通りでしょう。ですからこのような制度を進めることそれ自体、私は非常に有害だと考えています。なぜならばこの制度といったものを利用して節電を呼びかけたとしても効果がないとすれば、この制度そのものを運用することそれ自体にかかるお金というのが全部無駄になるからです。
制度を作るということは、その仕組みを開発し、運用し、維持するためのお金が必要になります。また、この制度を作るということは、この制度を広めるための広報などにも当然お金はかかるでしょう。それらについて、様々な段階でお金がかかるのですが、全体としてそもそも全く意味のない政策にかけるお金なのですから、どれだけ使ったとしても、全部税金の無駄に過ぎません。私たちの支払う電気代の中には、再生エネルギー賦課金といって、再生可能エネルギーと分類されるもので発電された電気について全量買い取りするためのお金というものが一般家庭全般に広く徴収されています。それらのお金というのは、例えばこのモデル世帯の場合であれば数百円でしょう。ですから数百円再生エネルギーにお金を取られた上で数十円を節電したらという条件付きで還元してあげますよと言われているわけです。これはかなり多くの人々にとって無茶苦茶な制度だなと思うはずです。国としてすべきなのは、こうした節電を呼びかけるのではなく、電力の供給側にしっかりと問題解決するための政策を用意することです。そのための一つの近道というものは確実に存在します。それは原発の再稼働を進めることです。岸田総理はこの原発の再稼働については前向きに検討すると言ってはいました。実際そのような発言というのは以前からあったのですが、いつまで経っても検討するばかりでなかなか実施に踏み切りません。そのためこの夏にはもはや間に合わない状況となりました。そしてこのままであれば選挙の後においても再稼働させないとなれば、この冬には唐突な大停電がどこかで起こる可能性を残してしまいます。発電施設というのは今すぐに建てれば今すぐに発電できるといったようなものではありません。計画、建設、そして運用といったものは年単位の時間が必要ですから、今年なんとかといった話をしようと思えば、当然今ある施設をどう使うかといったことに政策を実施しなければなりません。岸田総理は議論の白昼するであろうこうした原発の再稼働というものを自分の政権を維持するために避けて通るのであれば、日本を滅ぼしかねない考え方です。電気の話題というのは決して重箱の隅をつつくような小さな話ではありません。私たち一人一人の生活を安定させるためにも必要ですが、日本経済のためにも電気というのは必ず必要になるのです。開発途上国であれば停電は珍しくないといったことはありますが、日本のような先進国で電気が安定的に確保できないとなれば、製造業やもしくは事務処理のようなサービス業全般においても業務が寸断されることとなり、日本経済そのものにとっても大きなダメージとなります。ですから決して避けてはならない非常に重要な政策なのです。今日本には話し合いを進めていかなければならない重要な問題といったものはたくさんあります。例えば急激に進む人口減少問題に取り組むためには少子化対策をもっともっと本格的にしなければならないといったことや、日本の外を見ればどんどんと国際的な安全保障状況といったものは危険になりつつあり、これに備えるための予算の確保であるとか、諜報機関の設置であるとか、様々な問題などを抱えているにもかかわらず、本来であればそんなに難しくない、簡単に解決できるんではないかなと思える問題ですら問題化させ、これを長期化させ、さらには日本経済や日本の国民全般にダメージを与えかねないこの政権の何でも検討、そして何でも問題を先送りしてしまうという性質は非常に今後も悪影響を残すと思います。皆さんは岸田政権の進める節電によるポイント還元の政策をどのように思われるでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見よったら評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。それでは次の動画でまとめにかかりましょう。またね。